カーブにバイアステープをつける時のバイアステープの伸ばしの考え方です。今回は内カーブだけやります。内カーブのバイアステープ始末、これ玉縁ですね。これは今4つ折りのテープなんですけど、玉縁始末ってこうやってかぶせて縫っていくのが玉縁始末、バインダー始末とかいう言い方もしますけど、この玉縁始末の時にこのカーブのところあんまり綺麗にいかないことが結構多くて、その時に綺麗にする方法です。方法っていうか、考え方ですね。こういう四つ折りのタイプのテープを使うときは、このカーブに沿ってアイロンで一旦癖取りしてやります。これよく見るやつですね。だいたいバイアステープのカーブの付け方だとこういうやり方でやってます。これで綺麗にこうカーブに馴染んでるので、このまま挟み込んで綺麗につきます。ここでミシン縫っていくだけで、なかなかうまくいかないのがこういう平べったいテープ、フラットなタイプですね。フラットなタイプをつける時っていうのが結構加減が難しい。バイアステープの付け方とかっていう動画で検索されている方は分かると思うんですけど、このテープ縫う時って慣れてる人はこのままいきなり縫ってっちゃうんです。これ中地縫いしてこうくるむんだけど、縫い始めて直線のところまっすぐ縫って、このカーブになったらテープねこう引っ張りながら縫うんですね。こう引っ張りながら自分で加減して、でここ内カーブの場合はテープを引っ張りながら縫うとこう収まりがよく縫えるんだけど、この引っ張る加減がじゃあどれぐらいなのっていう話です。参考までに分かりやすいと思うので、失敗したやつと成功したやつを作ってみました。これ分かるかな、見えるかな、ここふよふよ浮いてんの分かります？これちょっとあんまりよろしくないです。襟ぐりなんかよくこうやってバイアステープで玉縁に仕上げるんだけど、こう立ってきちゃうことあると思うんですけど、これ付け方をきちんとつければこういう風にピタッと寝かせてつけられます。でこういう風につけるにはこの内カーブで綺麗にこうペタッとテープが寝かしてつけられるようにするためには、このカーブのところで生地を引っ張りながら縫えば OK です。でその引っ張る分量が適切じゃないとこうなる。これ全然引っ張ってない状態で縫ってます。でこの引っ張る加減多すぎると今度はここにシワが寄ってきちゃう、この身ごろの方なので、ちょうどいい塩梅で引っ張ってあげるといいんだけど、その加減の取り方をちょっとやります。同じように生地を用意して、こういう平らなフラットタイプのバイアステープですね。でこれをまずちょっと据えてみます。で待ち針立てます。でこの待ち針はですね、待ち針立てる位置、この下の土台はアイロンマットかなんか使ってください。この針がプスプス刺さって立つやつ、こういうの使った方がいいです。内カーブのこれからバイアステープつけようとするところに、テープを据えます。で待ち針立てるんですけど、この幅は玉縁の幅ですね。
仕上がりの玉縁の幅1センチ幅にしたいのであればここ1センチ大体でいいです。これ加減見るだけなので、この後このピン外すので大体の位置で待ち針を立ててください。でカーブしてないまっすぐのところはそのままで、カーブに来たらこのまんまこう合わせてっちゃうとここ余ってますよね。ここ余ってると、さっき見た失敗例みたくこのカーブのところで玉縁布が余ってきます。なのでこれ引っ張ります。でどれぐらい引っ張るかっていうのはこの立ち端ですね。立ち端がこういうふよふよ浮かない程度、こんな感じ。これ結構引っ張ってます今。で引っ張るとこっち反り上がってくるでしょ。これ生地引っ張られてる証拠ですね。よいしょ。で加減見ながらでこういうカーブの終わりあたりはそんなに引っ張んなくてもこううまくきれいに馴染んでくれますので、よいしょ、こんな感じかな。こんな感じですね。そうするとこう反り上がってきてますよね。で両サイドはあんまりカーブしてませんのでこの辺はそれほどでもないんですけど、ここの頂点がいっぱいピッと張られた状態、この状態にしたい。でこの内側は、余り分がないピッと布が張られた状態、大体でいいです。で私今見えやすいように鉛筆使ってますけど、実際やるときは消える茶子でやってくださいね。よし、鉛筆じゃ見えなかったか。よいしょ。こうやってところどころ合い印つけたらこれ全部外します。よいしょ。そうするとこっちもこっちも、ちょうどいい塩梅で合い印ついてます。これで合い印がつきました。で実のところ本当はねここ寸法大してね変わんないんです。立ち端同士はあんまり変わんないので、なんでこれをやったかっていうと実際に縫われるところってこの立ち端じゃないんですよね。実際に縫われるのはここ1センチ入ったところと、そうするとここのカーブの寸法よりもこっちの寸法の方が長くなるのは分かりますよね。そうするとこことここが同寸ってことはこことこっち同寸にするためには伸ばしてやらなきゃいけない。よいしょ。このさっき待ち針を打ったこの位置、このさっき待ち針を打ったこの位置1センチ入った位置ね、ここは伸ばして縫わなきゃいけないってこと。ここを伸ばして縫うことによってこの
立ち上がり分がくるっときれいに返っていきます。なので実際にはここの立ち端っていうのは寸法同じぐらいなんだけれども、ここの加減を知りたいがためにこうやって待ち針立てて打ってます。よいしょ。実際に縫うところね。カーブなのでここの寸法とこの実際に縫う1センチ入ったところの寸法変わってきますよね。こっちの方が長くなります、距離が。その分伸ばしてやるっていう考え方です。あとはここで、合い印がついてるので、実際にミシンであと1センチ幅でこのまんま立ち端合わせながら縫ってってやればいい OK です。で、不安な人はこの状態で待ち針打ち直してこれでしつけをかけてから縫うといいです。実際に縫うところにこう待ち針打ってやると結構ね寸法変わるんですよ。この分こう伸ばしながら浮いてる分伸ばしながらしつけをかけていきます。でこれ毎回やるものではなくて、だいたい自分でこう感覚がつかめるようになったらいちいちこういうことをしなくていいです。縫いながらちょうどいい加減でこう引っ張りながら縫っていけばいいだけのことなので、うまくどれぐらい引っ張っていいか分かんないっていう人はちょっとやってみるといいと思います。